それどうも。まだまだキャベツが美味しい時期ですね。そんなわけで今回はキャベツを使ったパスタを作っていきます。ズバリキャベツとベーコンのパスタです。このパスタは洋食屋さんだったりパスタ屋さん、あとファミリーレストランなどでちょくちょく見かけるメニューですよね。もう定番のパスタといっても過言じゃないかと思うんですけど、発祥の地がどこなのかとか、誰が考えたのかとか、そういう歴史的なね、情報っていうのはあんまり出てなくてですね、僕の調べ方が悪いのかもしれないんですけど、もしね知ってる人もし知ってる人がいたらコメントとかで教えてください。このパスタといえば僕の中では調理学生時代に、よく行ってた行きつけのカフェでね出てくるパスタで、それがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。渋い感じのマスターが作るパスタで、なんでしょうね、病みつきになるような味なんですよね。なんであんなに美味しかったのか、ちょっと今回のこのレシピ動画で少しでもお伝えできたらと思います。まずキャベツなんですけど、キャベツは、適当な大きさにちぎっておきます。で、芯の部分はですね、分厚いので包丁で細かく千切りのような感じでカットしておきます。で、この後レンチンしていくんですけど、少し潰しておきましょう。味が染み込みやすくなるように。で、ひと塩ですね、キャベツからうまみを引き出すような感じの塩をしておきます。だいたい600ワットで5分ぐらいですね。歯ごたえをそれなりにしっかりと残したいっていう場合は4分ぐらいでもいいかもしれません。まずはキャベツだけの状態で味をつけていきます。ボウルに移していくんですけど、この時点でキャベツからね水が出てるんで、水はボウルに一緒に入れないように気をつけましょう。味が薄まっちゃいますからね。そしてもう一度しっかりと塩をして、ニンニク1かけ、これをすりおろして加えます。ニンニクがすごい好きだっていう人は、この時点でもう1かけ2かけ足してもいいと思いますけどね、火が入ってないフレッシュのものなんで、そこはね注意しましょう。あとはごま油を大さじ1、しっかりと混ぜ合わせます。あとごまの風味がねより引き立つようにいりごまですね、これも適当に、適当というか適量ですね、2つまみぐらい。ここでいしり魚醤を少々加えたんですけど、お醤油でも全然大丈夫です。あとは黒胡椒ですね。お醤油だったりこの魚醤を加える場合はほんと少しで大丈夫です。そして次はベーコンですね。ベーコンは存在感をしっかりと感じれるような大きさにカットします。今回はもうこの番でいきますね。さっきのキャベツなんですけど、詰まるところナムルを作っておくわけです。キャベツのナムル、それをパスタに加えるといった流れですね。なので、ナムルだけで常備菜としてあれで十分美味しいですから、何かにね添えたりとか、ご飯と一緒に食べたりとかするだけで最高です。そう、このキャベツのナムルを作っておくっていうのがねポイントなんですよね。これでねキャベツに味が染みに染みて、パスタ全体のね味の底上げをしてくれるというか、旨味をねかなりしっかりと感じれます。それで今刻んでるニンニクはこれパスタソースに使うニンニクですね。あとはイタリアンパセリ、この辺はねやっぱりハーブ感だったり色合いっていうのをプラスするために使います。ちなみにナムルの状態だったらそうですね、3日ぐらいは美味しい状態をキープできると思うんで、作り置きするとしたらだいたい保存期間としてはそれぐらいを目安としてください。パスタはもう茹で始めて、そのままソース作りも一緒に進めていきます。中火でじっくりですねベーコンの旨味を引き出していって、徐々にね鍋底になんでしょう、茶色い旨味がねこびりついてくるんで、
それぐらいが目安ですね。フランス料理でいうとシュックと呼ばれるやつです。これ結構大事ですね、こうソースを作る上では。これぐらいですね。あんまり焦がしすぎも良くないんでね、ちょっとコツが必要というか、気をつけるポイントです。それで鍋の端でニンニクとあと鷹の爪ですね、炒めて、そのまま先ほど刻んでおいたイタリアンパセリもここに加えていきます。それで引き続きしっかりと炒めましょう。それでこの鍋底のねうまみ、これは茹で汁でしっかりとこそげを起こします。これがねパスタのソースのベースになりますから大事です。それで先ほど作っておいたナムルも添えて、だいたいあの分量のナムル半量ぐらいはね加えますね。なんでこのパスタ1人前でだいたいキャベツ4分の1ぐらいは使ってます実は。それであとは、最後にオリーブオイル回しかけて全体合わせるだけですね。ささっと仕上げて盛り付けに行きます。うまみかなりしっかりしてるんで塩は一切いらないです。というわけで盛り付けドレスいきます。このベーコンとねキャベツをしっかりと盛り付けてあげましょう。そして仕上げの黒胡椒、あとイタリアンパセリも色合いでちょっと添えておくといいですね。はい。いや最高。キャベツの甘さが全開に出てて、キャベツに味が染みてて、そしてベーコンの食べても美味しい。学生の時によく行った喫茶店で出てきたあのパスタのような、そんな感じ。キャベツがうまい。キャベツ食べてる感じだもん。もうパスタが付け合わせみたいになってるねこれ、キャベツの。というわけでキャベツとベーコンのパスタでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。